いや、どうもどうも。週末、ゆっくり YouTube でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、ネットのニュースとか見てると、マルウェアの被害がどうのこうのなんて話よく出てくるだろう。なんだか悪いやつってのはわかるけど、具体的に何なんだっていまいちピンとこねえよな。俺も最初はそうだったんだけど、実はこれ、俺たちが使ってるパソコンとかスマホにいつの間にか忍び込んでるかもしれねえ。結構怖い話なんですよ。マルウェアって一体何なんだ？まず、マルウェアって聞くと、なんかロボットアニメに出てくる悪の組織の名前みたいだよな。俺も最初に聞いた時は、そんなイメージだったぜ。でもね、これはマリシャスソフトウェアを短くした言葉なんだ。簡単に言えば、お前さんのパソコンやスマホにこっそり忍び込んで、悪いことをしたり、迷惑をかけたりする目的で作られた、意地悪なプログラムのことなんだよ。プログラムってのは、コンピューターを動かすための命令の塊みたいなもんだ。俺たちが YouTube を見るのだって、Excel で今日を作るのだって、全部プログラムが動いてるからできるんだよな。マルウェアは、その逆で、おまさんのパソコンやスマホを乗っ取ったり、大切なデータを盗んだり、ひどい時には全部ぶっ壊しちまったりするために作られた悪意のあるプログラムってわけだ。想像してみてくれよ。自分の部屋に知らない間に泥棒が勝手に忍び込んで、俺たちのカバンの中を漁ったり、勝手に物を捨てたり、最悪鍵を全部変えちゃって部屋に入れなくしまうようなもんだ。それがパソコンとかスマホの中で起きるのがマルウェアなんだよ。どんな悪いことをするんだ？その手口は多種多様。じゃあ具体的にどんな悪いことをするんだって思うよな。こいつらがやる手口ってのは本当に巧妙でいろいろな種類があるんだぜ。1、ウイルス。これ一番有名だよな。昔からよく聞くやつだ。人間の風邪ウイルスみたいなもんで、他のプログラムにこっそりくっついて増殖したり、ファイルを壊したりするのが得意なタイプだ。例えば、お前さんがダウンロードした無料のゲームソフトとか、誰かからもらった怪しい USB メモリなんかの中に隠れてて、いざそのソフトを起動したり、USB をパソコンに挿したりすると、いきなり感染が広がり始めるんだ。感染したファイルを開くと、さらに他のファイルに感染を広げたり、システム全体をめちゃくちゃにしまったりすることもあるんだぜ。2、ワーム。こいつは増殖の仕方がちょっと違うんだ。ウイルスみたいに何かにくっつかなくても、自分自身でどんどん他のパソコンに広がっていくのが得意なやつだ。ネイルとかネットワークを通じて勝手にどんどん増えていく。まるでミミズワームみたいにあちこちのパソコンを這い回って被害を広げるんだ。お前さんのパソコンがワームに感染すると知らないうちに、お前さんのアドレス帳にある友達に勝手にワームを送りつけちゃったりすることもあるんだぜ。そうすると、またそこから感染が広がって、インターネット全体に大迷惑をかけることになっちまうんだ。3、トロイの木馬、トロージャンホース。これも昔から有名だな。名前はギリシャ神話に出てくる中に兵士を隠した木馬から来てるんだ。このマルウェアは一見すると普通の便利なソフトとか面白そうな画像ファイルとか何かおばさんが欲しいものに見せかけてこっそりパソコンに侵入するんだ。例えば無料の高性能ツールとか限定公開の動画ファイルなんて言って誘惑してくるんだ。でも中に入ったら裏で悪さをするんだぜ。お前さんの知らないうちにパソコンのパスワードを盗んで外部に送っちゃったり、勝手に遠隔操作できるようにしちゃったり、最悪お前さんのパソコンを犯罪の踏み台にしちゃったりするんだ。4、ランサムウェア。最近特に厄介で、ニュースでもよく聞くのがこれだ。ランサムってのは身代金って意味なんだが、まさにその名の通り。こいつに感染すると、パソコンの中にある大切な写真とか仕事のファイルとか全部のデータを勝手に暗号化して使えなくしちまうんだ。で、画面にデータを取り戻したければ、期日までにビットコイン仮想通貨な払えって脅迫文が出てくるんだよ。本当に立ちが悪いだろ。会社なんかがこれに感染すると、仕事が完全にストップして何億円もの損害が出ることもある。群馬の会社でもこういう被害は他人事じゃねえんだ。5、スパイウェア。こいつは文字通りスパイだ。お前さんのパソコンの操作をこっそり記録したり、どんなサイトを見たかとか、どんなものを検索したか、あるいは ID やパスワード、クレジットカード情報なんかを盗んだりして、外部の悪い奴に情報を送るのが目的のやつだ。お前さんが知らないうちに個人情報が抜き取られて詐欺に使われたり、勝手に買い物されちゃったりする可能性もあるんだ。6、アドウェア。これはそこまで悪質じゃないように見えるけど、迷惑なやつだ。パソコンの中に勝手に入り込んで、意味のない広告をしょっちゅう表示させたり、ポップアップで邪魔したりする。
これも、お前さんの行動を記録して、それに合わせた広告を出すことが多いから、スパイウェアの一種とみなされることもあるんだ。どうやって俺たちのパソコンに忍び込んでくるんだ？その経路を知ろう。じゃあ、そんな厄介なマルウェア、どうやって俺たちのパソコンとかスマホに忍び込んでくるんだ？侵入経路を知っておくのが一番の防御策なんだぜ。怪しいメールの添付ファイルや URL。これが一番古典的で、今でも被害が多い手口だな。トメイと、あなたは抽選に当選しましたとか、重要なお知らせ、今すぐ確認をとか、はたまたあなたの口座が不正利用されましたなんて、身に覚えのないメールが送られてくることがあるだろう。ああいうメールの添付ファイル、ワードとか Excel、PDF なんかを装ってることも多いよ。うっかり開いちゃったり、メールの中の怪しい URL リンク欄をクリックしちゃったりすると、それから侵入することが多いんだ。最近は実在の企業や友達を装って送ってくるなりすましメールも増えてるから本当に注意が必要だぜ。怪しいウェブサイト、アダルトサイトとか違法な動画サイトとかいかにも怪しいサイトをクリックしたりするとドライブバイダウンロードなんて言ってお前さんが何もしてないのに勝手にマルウェアがダウンロードされちゃったりするケースもあるんだ。また人気のサイトが一時的にハッキングされてそこにマルウェアが仕込まれるなんて怖い話もあるぜ。ソフトウェアの脆弱性。これはちょっと難しい話だけど、お前さんが使ってる OS、Windows とか MacOS、Android、iOS なんとか、ブラウザ、Chrome とか Safari な、あとは Word とか Excel みたいなソフトに、穴みたいな欠陥バグってやつだな、見つかることがあるんだ。この欠陥のことを脆弱性って言うんだけど、悪い奴らはその穴を狙って、お前さんの許可なくマルウェアを忍び込ませてくる場合があるんだ。だから、いつもソフトを最新の状態にしておくのがめちゃくちゃ大事なんだぜ。USB メモリとか外部メディア、昔からある手口だけど、人からもらったあるいは拾った USB メモリに、実はウイルスが仕込まれてて、それを自分のパソコンに挿しちゃったりすると、そこから感染することもある。油断できないよな。不正なアプリのダウンロード。スマホを使ってる人なら、Google Play Store とか Apple App Store 以外のよくわからないところからアプリをダウンロードしたりすると、そのアプリの中にマルウェアが仕込まれてるなんてこともあるんだ。必ず公式ストアからダウンロードする習慣をつけようぜ。Wi-Fi などのネットワークからの侵入。セキュリティ対策が甘い公共の Wi-Fi とか自宅のルーターなんかに侵入されて、そこからマルウェアを繰り込まれるなんてケースも稀にあるみたいですね。俺たちにできる対策は、群馬のアラフィフだって自衛する時代。まあ、群馬に住む俺たちアラフィフだって、パソコンもスマホも使うんだから、こんな話は他人事じゃねえ。自分の荷は自分で守るのが基本だぜ。ウイルス対策ソフトを必ず導入し、常に最新の状態に、これはもう車の保険みたいなもんだ。パソコンやスマホにちゃんとしたウイルス対策ソフトを入れて、それが常に最新の状態にアップデートされてるか確認すること。新しいマルウェアが日々生まれてるからソフトもそれに合わせて強くならなきゃ意味がないからな。OS やソフトウェアはこまめにアップデート。さっき話した脆弱性っていう穴を塞ぐためにも、Windows とか MacOS、スマホの OS、ブラウザ、その他使ってるアプリなんかのアップデートは面倒でもちゃんとやるんだ。新しい機能が増えるだけじゃなくて、セキュリティの穴が塞がってる場合が多いからな。怪しいものはクリックしない、開かない。身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。怪しいメールの中の URL はクリックしない。知らない人からのメッセージで送られてきたリンクも踏まない。これが鉄則だ。人間の判断が一番大事なんだぜ。定期的にデータのバックアップを、万が一、ランサムウェアとかに感染してデータが暗号化されちまっても、バックアップがあれば安心だ。外付け HDD とかクラウドサービスなんかに大事なデータは定期的にコピーしておくといいぞ。複雑なパスワードを使い回さない。これはマルウェアから直接身を守る話とはちょっと違うけど、万が一マルウェアに ID とパスワードを盗まれた時に、他のサービスまで被害が広がらないように、それぞれのサービスで複雑なパスワードを設定して使い回さないのが賢いやり方だ。怪しいアプリやソフトはダウンロードしない。特にスマホの場合、公式のアプリストア、Google Play Store とか Apple App Store 以外からは絶対にアプリをダウンロードしないこと。無料だからといって安易に変なソフトを入れるのはご法度だぜ。まとめ。そんなわけで、マルウェアってのはパソコンやスマホに忍び込んで悪さをする意地悪なコンピュータプログラムの訴訟ってことだな。ウイルスとかトロイの木馬とかランサムウェアとかいろいろな種類があるけど、どれも俺たちのデータやプライバシー、財産を狙ってる厄介なやつだ。まあ完全に防ぐのは難しいかもしれないけど、
最低限の対策をしておくだけで被害に遭うリスクはぐっと減らせるはずだ。もし YouTube 見てて、サイバーセキュリティのニュースなんかでこの言葉を耳にしたら、あれは俺たちのパソコンやスマホを守るための大事な話か。よし、今日帰ったらウイルスソフトの更新しとくか。くらいに思っておくと、ネットの世界がちょっと安全に面白く見えてくるかもしれねえよ。まさか見えない敵がこんなに巧妙な手口でこっそり忍び込んでくるなんて怖い話だよな。だからこそ気をつけようぜ。